家政婦は早く帰りなさい。義母は周りの親戚に見せつけるかのように私に慢殺を突きつけた。あまりに突然の出来事に頭が追いついてこない。お母さん、これは？ご苦労様。もう結構よ、家政婦さん。小さな声で義母がそう耳打ちした。テキパキと家事をこなす私に嫉妬した義母は、私を嫁ではなく家政婦扱いしたのだ。親戚たちの前で自尊心を守るためだけに。許せない。私の心は怒りでメラメラと燃えた。私の名前は綾子、32歳。結婚を機に仕事を辞め、今は専業主婦をしている。現在は夫の隆史と息子の俊との3人暮らしだ。私の実家は地方にあるので、今住んでいる場所からは遠く、両親に会いに行く機会もない。両親からは、相手の家族を大事にしてあげてと言われており、私もそのつもりでいる。私たち家族が住むマンションは、夫が生まれ育った土地にある。それはつまり、夫の実家も近いということ。義実家はマンションから車で20分ほどの距離なので、行き来は簡単だ。義実家には義母と義祖母が住んでいるのだが、義祖母は足が不自由で車椅子生活。義父は2年前に亡くなっている。結婚以来、夫の実家に顔を出すことが多くなっているのは事実だ。だが、頻繁に顔を出すからといって、夫の家族と仲がいいとは言い切れない。実は私は結婚当初から義母に苦手意識を持っていた。正直言えばあまり義実家に顔を出したくはない。というのも義母は私のことが好きではないらしい。過去に結婚の挨拶に行った際、義母も最初は優しい雰囲気を醸し出していたのだが、夫がトイレに立った瞬間、私にこう言った。綾子さんだったかしら？あなた、本当に隆史と釣り合うとでも思ってるの？え？お母さん？お母さんなんて気安く呼ばないでくれる？私はあなたを隆史の嫁とは認めないわよ。そんな。隆史の前では仕方ないから結婚を認めるけど、あなたと慣れ合うつもりは一切ない。でも、うちの嫁になるからには、きちんとやるべきことをこなしてもらうわよ。はい。それからというもの、専業主婦になった私は、完全に義母の使いっ走りだった。2日に一度、義実家に呼び出されるのは当たり前。買い物から洗濯、食事の用意まで、まるで召使いのような扱いを受けるのだ。最初はおとなしく言うことを聞いていたが、1年経った頃には妊娠が判明し、思い切って義母にこう伝えた。すみません。今までのようには手伝えません。と。すると義母の口から出てきたのは想像もしない言葉だった。妊娠を言い訳にするの？病気じゃあるまいし。いや、まだ安定期にも入ってないんですよ。あなたは隆史のおかげで働かずに済んでるのよ。妊娠してるからって、義理の母親の頼み事を聞かないなんて、さすがにずうずうしいんじゃないかしら。そんなこと言われても。とにかく、あなたには今まで通りやってもらうわ。とりあえず明日は、うちの掃除と洗濯ね。拒否したら、隆史に言いつけるからね。結果、私は妊娠しても義母のパシリに変わりはなかったのである。今思えば義母が何を言おうと断ればよかっただけなのかもしれない。だが当時の私は結婚してまだ1年。しかも妊娠中で精神も安定していなかった。そんな私に義母に歯向かう勇気などあるわけがない。息子が生まれてからも義母の嫁いびりは続いた。
ワンオペで育児に奮闘する私を義実家に呼び出してはしたい放題こき使った。その間、息子の面倒は見てくれていたが、可愛い孫を産んだからといって、私への態度が変わることはない。耐えきれなくなった私は、ある日夫に相談することにした。たかし、お母さんのことで、ちょっと。母さんがどうかしたのか？さすがのたかしも、私が文句を言えば分かってくれるはず。後でお母さんにいろいろ言われるかもしれないけど、今はこの状況をどうにかしなきゃ。結婚した頃から私、よくあなたの実家に行ってたでしょ？俊が生まれてからも、お母さんに頻繁に呼び出されて困ってるの。たかしからも何とか言ってくれない？苦手な義母といえど、夫からしたら大事な実の母親だ。こんなことを言うのは申し訳ないと思いつつ、私は正直に気持ちを打ち明けた。だが、夫の口から放たれたのは信じがたい言葉だった。いやいや、母さんは綾子をサポートしてるだけだろ。予想外の発言に何言ってるのと思わずきつく問い返してしまう。夫は呆れたように笑いながら私に告げた。母さんから聞いてるぞ。一人で育児するのが大変だから母さんに見てもらってるんだろ。代わりに実家の手伝いをしてるって。何それ。そんなわけないでしょ。私はお母さんに呼び出されて仕方なくあなたの実家に行ってるのよ。そんな言い方するなよ。助けてくれてる母さんに失礼だろ。それ、本気で言ってるの？俊が生まれる前、妊娠してる時からお構いなしにこき使われてきたんだよ。母さんがそんなことするわけないだろう。電話するといつも綾子のことを心配してるし、俊のことだって可愛がってくれてるのに。だからそれは、たかしの前でそう見せてるだけで。初めての育児で疲れてるんだよな。ごめん。俺ももう少し手伝うようにするから、あまり母さんに八つ当たりしないでくれよ。あからさまにめんどくさそうな表情を浮かべる夫に、それ以上言葉が出てこなかった。後日、夫がこのことを義母に話したようで、義母の当たりの強さは日に日に増していった。精神的に限界が近づいていた。そんなある日のこと。息子を寝かしつけていると、帰宅した夫が私に話しかけてきた。綾子、今年は父さんの三回忌があるから。わかった。場所はいつものお寺でやってもらうの？いや、実家でやるらしい。あなたの実家で？その後は親戚に料理を振る舞うから手伝ってほしいって母さんが。わかったわ。夫からそう告げられ、私の気持ちは沈んだ。というのも、去年の義父の一回忌でも義母に散々こき使われたからだ。去年はまだ近くの寺で行ったため、荷物運び程度で済んだが、今年は義実家で行うという。その上料理を振る舞うなんて、どう考えても嫌な予感しかしない。参加したくない気持ちは山々だったが、嫁として夫の父親の法事に顔を出さないわけにはいかない。彼の実家は本家なので、親戚からの目もある。今後のことを考えると、やはり避けては通れない道だと諦めるしかなかった。義父の三回忌当日、親戚一同が義実家に集まり、いつもは静かな家も、この日ばかりはとても賑やかだ。ただ賑やかなだけならいいのだが、今日は義母の他にもう一人、私にとって面倒な人物が出席している。それは夫の妹、ゆりだ。ゆりは義母譲りの性格の悪さを持ち合わせており、人の言うことを聞かない上に、義士である私を結婚当初からどこか見下していた。普段は義母に振り回される毎日だが、今回のように親戚一同が集まる日は義妹まで加わり、私にとって最悪な一日となるわけだ。
気が重いながらもあっという間に法事は終わり、いよいよ食事会の時間がやってきた。広い居間に戻ってくると、義母は私に冷たく言い放った。何をぼさっとしてるのよ。早く手伝ってちょうだい。はい。食器類を運べばいいですか？いちいち聞かなきゃわからないの？本当に要領の悪い子ね。すみません。謝る私に義母は決まって満足そうな表情を見せる。おそらく私を言いまかしたいがために的確な指示をせず困らせる算段なのだろう。そんな丸見えの魂胆にさすがの私も怒りがこみ上げた。一体何なの？去年は進んで手伝ったらそれは違うとか勝手なことをするなと怒ったくせに、何をすればいいか聞いたら聞いたで文句を言うならどうしようもないじゃない。とはいえこのままでは義母の思うツボだ。一方的な嫌がらせに腹が立った私は悔しさのあまりこれでもかというほどキビキビ動いた。親戚たちにビールを注ぎ、料理がなくなればすかさず次のものを出す。目上の人たちの話し相手になり、片付けも率先して行う。夫の印象が悪くならないよう、嫁として精一杯できることをこなした。すると、その働きぶりを見ていた親戚たちが次第に私を褒め始めた。綾子さん、あなた本当によく働くわね。いえ、これも嫁の務めなので。謙遜する私を親戚の一人が大げさに褒めそやす。あらあら、なんて謙虚な子。綾子さんみたいな子がお嫁さんなんて羨ましいわ。そんなことないですよ。でも、そんな風に言っていただけて嬉しいです。ありがとうございます。結婚してからというもの、義母にこき使われ、夫には嫁いびりを信じてもらえない日々。そんな私にとって、人から褒めてもらえるというのは久しぶりのこと。思わず涙が出そうになってしまった。そのうち、酔っ払った一人が夫に向かって冗談交じりにこう言った。おい、たかし、お前の母ちゃんより嫁さんの方がよっぽど優秀だな。普通の人なら冗談だと笑って流す程度だが、義母はそうはいかない。義母よりも私に注目が集まったこと、そして義母より優秀だと言われたことがよほど許せなかったらしい。義母は私をぎろりと睨みつけ、とんでもないことを言い放った。家政婦は早く帰りなさい。義母は親戚たちに見せつけるかのように10000円札を私に突きつけた。あまりに突然の出来事に頭が追いつかない。お母さん、これは？嫌そうな顔、バレてるわよ。私、そんなつもりじゃ。ご苦労様。もう結構よ。家政婦さん。勝ち誇ったようににやつく義母。やりとりを見ていた親戚たちが、いぶかしげな視線を向けてくる。彼女、家政婦としてここに来たのか？だからあんなにキビキビ働いてたのか。まさか、嫁として動いてただけでしょ？でもさっきお母さんから万札を渡されてたぞ。テキパキと家事をこなす私に嫉妬した義母は、私を嫁ではなく家政婦扱いしたのだ。親戚たちの前で自尊心を守るためだけに。どうにかしてこの誤解を解かなきゃ。一人慌てふためいていると、綾子さん最低という怒鳴り声が場に響いた。声を上げたのは義妹だった。義母の意地汚い作戦を見抜いた義妹がとっさに義母に便乗したのだ。彼女は私を指さし容赦なく続けた。お姉さん、マジでありえない。お母さんにお金をたかるなんて最低じゃん。ちょっとゆりちゃん、違うって。何が違うの？現にお母さんからお金渡されてるじゃん。
だから、私は何も知らなくて。救い舟を出そうとする夫を遮り、義母はこんなことまで言い出した。聞いてよ、たかし。綾子さんにお金をもらえないなら手伝わないって言われたのよ。綾子がそんなことを？そうなの。こんな言い方したくないけど、綾子さんに脅されて仕方なく。弱々しい声を出しながら、わざとらしく顔を伏せる義母。その様子に親戚たちの白い目が一気に私に集中した。なんだ、金のために手伝いに来たのか。嫁の立場でなんてずうずうしい。そんな嫁じゃ、たかしがかわいそうだよ。義母と義妹にまんまとはめられた私は、親戚中から罵声を浴びまくった。否定しようにも、私の声はあっという間にかき消されてしまう。夫も義母の言葉を信じたようで、私に冷たい視線を向けてくる。最終的には、先に帰ってくれと言われてしまった。夫に突き放される私を見て、義母と義妹はニタニタと薄気味悪い笑みを浮かべている。一番の味方であるはずの夫まで私を信じてくれないなんて。もう私には誰もいない。その事実に落胆し、私は肩を落とした。その場から去ろうと思い、今から玄関へと向かったその時だった。窮地を一瞬にして救ってくれるあの人物が現れたのは。帰る必要なんてないわ、綾子さん。声とともに奥から現れたのは、車椅子に乗った義祖母だった。現状で言えば、義祖母は親戚の中で一番の権力を持つ。そんな彼女の登場に、その場にいた全員が固まった。義母に至っては、まずいと言わんばかりの罰の悪そうな表情を浮かべている。彼女たちの魂胆を察したのだろう。義祖母は申し訳なさそうに私に頭を下げた。本当にごめんなさい、綾子さん。許してちょうだい。おばあさん、どうしてここに？私だって毎日家にいるんだもの。うちのアホな嫁があなたを理不尽にいびってたことにうすうす気づいていたわ。義祖母はいつも自室にいるため、義母の嫁いびりに気づいているとは思わなかった。それは義母も同じだったようで、慌てて義祖母に弁解を始める。違うんですお母さん。私は高志の母親としていい嫁になってもらいたくて。いい嫁？嫁いびりしたり、親戚の前でわざと孤立させたりするようなあんたが、いい嫁になるようなアドバイスができるのかい？それは、綾子さんがどうしてもお金が欲しいって言うから。で、本当のところはどうなの？綾子さん。義祖母がにっこり笑って私を見る。義祖母という強力な味方ができたことで自信を回復した私は、これまでの鬱憤を晴らすかのように、みんなの前ではっきり言い放った。私、お金なんて要求してません。涙ながらに訴える私に、夫が本当なのかと口を挟んでくる。その瞬間、義祖母が激怒した。たかし、お前って子は、どうして自分の選んだ嫁の言うことを信じてあげないの？ばあちゃん、だってもクソもないだろう。いい加減にしな。あんたの母親は、ここまであんたの嫁を苦しめたんだ。今、綾子さんを助けてあげられるのはあんただけ。それなのに、夫のお前が助けてあげなくてどうするんだい？自分の選んだ女性を母親のせいで追い詰めることになってもいいのかい？それは、なんだい？言いたいことがあるならはっきり言いな。いや、ごめんなさい。夫はようやく義母の本性を理解したのか、気づけなくてごめん、と私に深く頭を下げた。やっと信じてもらえた。
安心感から私の目から涙がポロポロとこぼれてくる。先ほどまで私に罵声を浴びせていた親戚たちも次々と私に謝罪してきた。一方で、義母と義妹だけは部屋の隅で悔しそうな表情を浮かべている。その様子を見た義祖母が鬼の形相で彼女たちに詰め寄った。あんたたち、いい加減にしな。散々綾子さんに失礼なこと言っておいて、謝罪の一つもないのかい。お母さん、私別にそんなつもりじゃ。言い訳するんじゃない。これ以上自分のしたことをごまかすつもりなら、この家から出てってもらうよ。そんな。義母は涙目になりながら、私にすみませんでしたと、小さな声で謝罪した。義妹も、不服そうな顔で私に頭を下げてくる。すると今度は、私に向けられていた親戚たちの冷たい視線が、一瞬にして義母と義妹に向いた。嫁いびりですって、最低ね。さっきの万札も、きっと嫁いびりの一環なのよ。妹さんとグルになってお嫁さんをいびるなんてね。ここまで言われてしまっては、今後彼らが親戚中から距離を置かれることは間違いないだろう。帰り際、私は義祖母に礼を言って義実家を後にした。もう二度とここに出向くことはないだろう。義祖母もそれを理解していたのか、幸せになってね、と笑顔で言ってくれた。数日後、夫がこんな提案をしてきた。綾子、今まで本当にごめん。この際だし、どこかへ引っ越そう。いいの？そんなことしたら、高志だってお母さんと会えなくなっちゃうよ。いいんだ。俺はもう、綾子を信じるって決めたから。高志。こうして私たちは、義実家から離れた土地で新生活を送り始めた。以前より私の実家に近くなったので、今では月に一度のペースで両親に会いに行くことができている。父と母も頻繁に孫と会えるようになって幸せそうだ。一度は失いかけた夫への信頼も徐々に戻りつつある。それもこれもすべて義祖母のおかげだ。心なしか以前より夫婦仲も良くなったような気がする。やっと本当の幸せをつかむことができた。私を救ってくれた義祖母に感謝しながら、この幸せな日常を大切にしていきたい。